お前、ここの皿洗い？俺は有名外資企業の社長と商談だよ。お前とは身分が違うんだよ。俺をバカにしたような目で見てくるのは前の職場の同僚だ。この同僚は俺をはめて解雇にまで追い詰めた。こいつのせいで俺は人を信用できなくなり、辛い日々を送っていた。しかし同僚は俺を傷つけ、人生をめちゃくちゃにしたことなんて全く気にしていないようだ。それどころか、料亭の制服を着て必死になって働いている俺を見て、ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべてバカにしている。俺のことを会社をクビになり、皿洗いのバイトくらいしかできない哀れな人間とでも思っているのだろう。しかし同僚は一つだけ勘違いをしている。はいはい、すごいなお前は。勝ち組人生ってやつか。ところで、俺が放った衝撃の一言に同僚は顔面蒼白になるのだった。俺はどこにでもいる普通の会社員だ。とある事情があり、社会人3年目で別の会社に転職。採用された会社はまあまあの規模で、経営は安定していた。はじめまして、七島と申します。よろしくお願いします。俺が配属されたのは、この会社の花形部署である企画部だ。俺は前職でそこそこの大手企業で働いていたので、その経歴に期待されて企画部の配属となったのだろう。教育係の瀬尾だ。よろしくな。はい、よろしくお願いします。同い年だろ。俺の方がこの会社では長いけど、タメ口でいいからさ。俺の教育係になった瀬尾は、ニコリと人好きのする笑顔を浮かべた。瀬尾はコミュ力が高くて、話しかけやすい雰囲気を持っている。瀬尾のおかげで、俺はすぐ企画部に溶け込むことができた。七島、飲みに行かないか？行く行く。瀬尾と俺はすぐに意気投合。仕事終わりによく一緒に飲みに行く仲になった。七島ってどこかのお坊ちゃんなのか？どうして？食べ方とか綺麗だし、所作とかもいいとこのお坊ちゃんって感じなんだよな。ああ、親がそういうのに厳しい人だったからね。俺は別にお坊ちゃんじゃねえよ。金持ちだったらこんな激安の居酒屋には行かないだろ。平日割引超助かるわ。平日限定で半額になるお酒をぐいっと飲みながら、俺と瀬尾はケラケラと笑い合った。入社後半年くらいは順調だった。瀬尾は教えるのが上手だったので、俺はすぐに独り立ち。入社1年目にして次々と功績を上げていった。すごいなあ、お前。めっちゃ仕事できるじゃん。瀬尾の教えが良かったからだな。だな、俺に感謝しろよ。その後、俺はかなり大きな案件の担当者に推薦された。企画部が数年前から進めていたプロジェクトで、俺は新人ながらこれまでの成果を評価され、担当の一人に抜擢されたのだ。おめでとう。ありがとな。瀬尾がニコリと笑顔を浮かべて俺の抜擢を褒める。俺はこの時、笑顔の裏に隠された本音に気づくことができなかった。その日は大切な打ち合わせだった。俺が用意した企画書をもとに先方と話し合いを進める予定だったのだが、なんで企画書がないんだ？話し合いの直前になり、俺がデスクから企画書がごっそりなくなっているのに気づいた。慌ててパソコン内のデータを確認するが、企画書のデータはすべて削除されていた。そんな。企画書は鍵付きのデスクにしっかり保管していたし、パソコンはパスワードが設定されているので、俺以外は触れないはずだ。このため企画書がなくなったのは
俺の責任だと周りから責められてしまう。先方にもかなり迷惑がかかってしまった。この後、俺の担当業務はことごとく失敗。資料の紛失や身に覚えのないミスが毎回のように起こり、他の担当者から毎回のように叱られる。やがて、俺はプロジェクトから外されてしまった。代わりに担当者となったのは瀬尾だ。すまん、瀬尾。あとは頼む。ああ、任せておけ。瀬尾は俺の後任を立派に務め上げ、プロジェクトを見事に成功させる。上からも評価され、来期は昇進確定だそうだ。それにしても、ちょっとおかしいよな。プロジェクトが無事に成功したことに、ほっと胸をなで下ろしながら、俺は今までのことを振り返る。資料の紛失やミスはすべて身に覚えのない出来事だった。仕事が忙しすぎてぼーっとしていたのかなと思ったけれど、あまりにも不自然だ。ちょっと詳しく調べてみるか。もしかしたら誰かが俺のことをはめるためにこんなことをしたのでは？そう思い始めたある日のこと。待ってください。俺、そんなことしていません。突然、人事部から呼び出され、身に覚えのないセクハラやパワハラ行為を追及された。人事部によると、複数の人間から証言が出ているらしい。中には、一度も話したことのない人からも証言が出ていて、俺はパニックに陥った。俺はやっていません。信じてください。必死になって否定すればするほど、周りからの疑惑の目は厳しくなっていく。やがて、俺の悪評が社内に噂となって流れてしまい、俺は居場所を失ってしまった。これ以上、ここにはいられない。人事部に辞表を提出し、荷物をまとめる。企画部の人たちは、俺を冷たい目で見送った。待ってくれ。瀬尾。瀬尾が俺の後を慌てて追いかけてくる。瀬尾だけは俺の無実を最後まで信じてくれた。結局辞職する羽目になってしまったけれど、瀬尾にはお礼を言わなければ。俺は笑顔を浮かべて瀬尾にお礼を言おうと口を開いたが、お前のおかげで昇進できたわ。ありがとな。え？おいおい、まだ気づいてないのか？瀬尾はそう言うと、今まで見たことのない邪悪な笑顔を見せる。お前をあの企画の担当者から引きずり下ろしたのは、俺だ。は？待ってくれ。嘘だろ？嘘なんかじゃないさ。あの企画はずっと前から俺が狙ってたんだ。新人のくせに出しゃばるからあんなことになるんだよ。さらに瀬尾は衝撃の事実を口にした。お前の悪い噂を流したのも、セクハラやパワハラをでっち上げたのも俺だ。お前をクビにするために全部俺が仕掛けたんだよ。そんな、なんでそんなこと。なんでって、お前が目障りだったからだよ。あのままじゃお前が先に昇進するだろう。俺はそれが絶対に許せなかったんだよ。俺がお前に優しくしてたのは、お前が俺より下だったからだ。ちょうどいい下僕ができたと思ってたのに。俺は今まで瀬尾のことを対等な友人だと思っていた。だけど、彼は俺のことを見下していた。友人だと思っていたのは俺だけだったのだ。下手に活躍するからこんなことになるんだ。お前の自業自得だ。そこからどうやって自宅に帰ったのかよく覚えていない。信用していたはずの人物から手ひどく裏切られ、俺は深く傷ついた。その日から数日間はまともに動くことも飯を食べることもできなくて、脱水症状寸前まで行ってしまった。
その後も心身はなかなか回復せず。七島がよかったら俺のところで働かないか？皿洗いのバイトだけど。ある日、俺の現状を心配した友人の佐藤が俺にこんな連絡をしてきた。俺、誰かと一緒に働くのは。皿洗いだから人とは関わらないよ。とにかくお前は一度外に出た方がいい。このままじゃ落ちる一方だぞ。佐藤とは高校時代同じクラスで、社会人になってもたまに連絡を取り合っていた。高校の時も優しいやつだったけれど、こうして大人になった今も俺のことを気遣ってくれる。この時の俺は昔からの友人である佐藤ですら心から信じられないひどい状態だったけれど、落ちていくばかりの自分に焦ってもいた。なので佐藤の提案を受け入れ、彼の店で皿洗いのバイトをすることになった。それから10年以上の時間が経過した。おはようございます。俺はとある料亭の裏口から入り、従業員たちに挨拶をする。いつも通り皿洗いの制服に身を包み、持ち場に着いた。この料亭は友人の佐藤が経営している、ちょっとお高めの店だ。俺は相変わらず皿洗いをしている。ただし、現在はアルバイトではなく、別の会社で正社員として働いていた。佐藤の店は人気店のため常に人手不足で、俺はたまに皿洗いを手伝っているのだ。佐藤からはお金を出すよと言われたけれど、これはあの時のお礼だ。俺は佐藤がいなければあのまま落ちていく一方だっただろう。佐藤のおかげで社会復帰ができて、心も回復できた。皿洗い程度で恩が返せるとは思っていないけれど、俺は自分にできることをやっている。その日もいつもと同じで、普通に時間が過ぎていくはずだった。しかし、思わぬ出来事が起こる。休憩中、トイレからの帰り道で、料亭内を歩いていた時のことだ。七島？突然声をかけられ、驚き振り向く。そこにいたのは瀬尾だったのだ。瀬尾？なんでここに？それはこっちのセリフだ。俺は商談でこの料亭に来たんだよ。瀬尾も驚いた様子だったが、俺を見るとすぐに口の端を歪めて笑った。その顔は俺をはめたあの時と全く同じだった。心の傷は癒えたはずなのに、思わず身構えてしまった。お前、ここの皿洗いかなんかのバイトか？まあ、手伝いで皿洗いしているけど。へえ、なるほど。うちの会社を辞めてから順調に底辺人生を歩んでるようだな。ニヤニヤと嫌な笑みを浮かべながら、瀬尾は俺を見下してくる。かわいそうにな。その年齢じゃ再就職も難しいだろ。お前は一生皿洗いの貧乏人か。哀れだな。俺が自分より下で惨めな人生を送っていると思い込んで、勝ち誇ったような笑みを浮かべる瀬尾。口ではかわいそうと言っているが、その顔は心底楽しげな様子だ。俺はあの後順調に昇進したぞ。今日は大手外資系企業と商談なんだよ。レッドバークジャパンって知ってるだろう。そこの社長と商談だよ。聞いてもいないのにペラペラと自慢話を披露する瀬尾。現在瀬尾は昇進して企画部の部長を務めているらしい。さらに若い奥さんと結婚して都内に一軒家を建てて2人の子供にも恵まれているとか。一方のお前は、皿洗いのバイトじゃ一生持ち家なんて無理だろうな。結婚も無理だし、お前の人生お先真っ暗だな。ゲラゲラと下品な声で笑う瀬尾。
あまりにも醜悪なその顔に、俺は思わず顔をしかめた。こんな劣悪な人間を、一時とはいえ、俺は心から信頼し、友人だと思っていた。昔の俺はとことん人を見る目がなかったようだ。なおも下品な笑い声を上げる瀬尾に、俺は大きなため息をついた。はいはい、すごいなお前は。勝ち組人生ってやつか。はあ？なんだその言い方。俺はこの料亭の常連だぞ。お前の上司に言って、またクビにしてもらおうか。それが嫌なら土下座して謝罪を。ところで、そのレッドバークジャパンの社長って俺なんだけど。俺の言葉に瀬尾の笑い声がピタリと止まった。はあ？だから俺がそこの社長なんだが。お前、頭おかしくなったのか？何バカなこと言ってんだ。瀬尾が俺のことを珍獣でも見る目で見てくる。さて、どうやって証明するかと考えていると。ああ、瀬尾さん、遅れてすみません。レッドバークジャパンの係長の佐々木です。本日はよろしくお願いします。突然割り込んできた第三者に、瀬尾はしどろもどろになった。社長と商談じゃなかったのか。俺が指摘すると、瀬尾は嘘がバレた恥ずかしさから顔を真っ赤にする。すると佐々木さんが俺の方を見て驚きの声を上げた。社長じゃないですか。こんなところで何してるんですか？だから言っただろう。俺はそこの社長だって。思わぬ人物の登場で俺が社長だと証明されたようだ。俺の父はやり手の経営者だった。仕事にかまけてばかりで家のことは何もしない父のことが俺はあまり好きじゃなかった。大学卒業後、俺は父の会社に就職したが、父は昨今の不況に対応するため社員をリストラして雇用費を大幅に浮かせようとする。しかしリストラ対象となった人の中に俺がお世話になった年配の係長も含まれていたのだ。お前には血も涙もないのかよ。俺は父の経営方針に反発して会社を飛び出す。そして瀬尾が勤めている会社に転職したのだ。佐藤君から連絡をもらった。まさかお前がこんなことになってるなんて。信頼していた人に裏切られ、人を信じられなくなってしまい、暗い顔で皿洗いのバイトをしていた俺。そんな俺を見て、父は泣きそうな顔になった。血も涙もない人間がなんでそんな顔してるんだ。お前は俺の大切な息子だ。心配するのは普通だろう。父は俺のことを本気で心配してくれて、心身を回復させるために全力を尽くしてくれた。その中で俺は父と和解。あの時リストラ対象になった社員には手厚い保証をしている。退職金の十分な支払い、再就職先の斡旋、その他もろもろ。お前が世話になった係長は今は別の会社で活躍しているぞ。父は会社のために、社員のために行動に出たのだ。その真意を知らず、俺は父に反発してばかりで。俺の会社に戻ってきてくれ。お前には俺の後を継いでもらうために今まで修行させてきたんだ。俺の力になってくれ。前の会社で俺が功績を上げられたのは、父が俺に仕事のいろはを教えてくれたからだ。まあ、それが原因で瀬尾にはめられたのだが、今思えばあんな結果になったのは俺にも責任があるだろう。だけど、今度は間違えない。そして俺は父の後を継ぐために元の会社へと戻ったのだ。そして長い年月修行を積み、俺は父に認められ、父の会社の後を継いで社長になったのだ。
嘘だろ？お前が俺より上の立場なんて。瀬尾は真っ青な顔でブルブルと震えている。ちなみに佐々木係長、今日の商談はどういった内容で？はい。こちらの会社がどうしてもというので、とりあえずお話を伺いに来ただけです。なるほどね。申し訳ないけど、それは中止だ。俺の言葉に瀬尾がぎょっとした顔を見せる。待ってくれ。この商談を成功させないと、俺の身体が。お前の身体がなんだって？仕事で成功してるんだろ。別にうちとの商談がなくなっても問題ないだろ。それは俺は呆れのため息をつく。大方仕事で成功してるってのは嘘なんだろ。他の話もどこまで本当なのか。違う。俺は。もういいよ、お前の話は。別に興味ないし、どうでもいい。俺は冷たい目で瀬尾を睨みつける。我が社は今後、お前の会社とは一切関わらない。二度と俺の前に姿を見せるなよ。瀬尾は俺の言葉を聞き、その場に崩れ落ちてしまった。その後、少し気になったので、瀬尾のことを調べてみたのだが、どうやら奴は俺が退職した後、大した功績を上げられず、役職は主任止まりだったらしい。40代を目前にして昇進に焦った瀬尾は、強引に我が社との商談の場を設けたが、結果は大失敗。今後、奴が昇進する可能性は限りなく低いだろう。ちなみに、瀬尾が結婚して一軒家を持っているというのも真っ赤な嘘だった。奴は未婚で、数年前に住んでいたアパートの家賃を滞納して追い出されたらしい。現在は実家暮らしだそうだ。また、瀬尾が佐藤の料亭の常連というのも嘘。奴が話していたことはほとんど嘘だったというわけだ。よくあそこまで嘘がつけるよな。ある意味尊敬してしまうが、ああはなりたくないなと思った。一方、俺は今日も今日とて仕事に邁進中だ。まだまだ社長としては未熟な俺だけど、自分にできることを精一杯やっている。この会社をもっと大きくするのが今の俺の目標だ。